これは奇跡の扉を開ける鍵をあなたに手渡すための本。たった一つ小さな奇跡が起きた瞬間から人生が変わり始めます。さあ、準備はいいですか？ありのままの自分でいることは実は簡単ではありません。多くの人は生きているだけでそれを見失ってしまうのです。世の中にはいろいろなルールがあるし、空気を読んだ方が良さそうな雰囲気もあちこちにあって、優しいあなたはつい周囲の望む自分、周囲がイメージする自分になろうとしてしまいます。ほとんど意識もしないまま、日々家で、学校で、会社で自分を曲げる、隠す作業を積み重ねてしまう生活。ありのままの自分はその度にダメージを受け、心の奥の奥の方に隠れてしまいます。こういう生活を20年、30年も送れば、誰だってヘトヘトのボロボロになります。私もやりました。ヘトヘトのボロボロ。あの時はもう再起不能に思いました。そしてボロボロ状態の何が困るって判断軸がぶれること。自分にとって大事なこと、やりたいこと、好きなことがわからなくなる。わかっているつもりで実はかけ離れている。したいようにしているはずなのに人生がどんどん迷子になっていく。そんな人生をリセットして埋もれに埋もれたありのままの自分を掘り出し、本当に送るべき人生を取り戻す。この本はその方法を伝えるための本です。この本で紹介する方法のすべては私が自分の人生で大切に拾い集めてきたもの。だから自信を持ってお届けします。できそうなもの、気になったもの、それからできればこれだけは無理というものも一つずつ試してもらえたら、きっと自分に少しずつ、時には劇的に変化が起きるのを感じるはず。数々の変化はやがて奇跡に成長します。そして奇跡はループする。たった一つ小さな奇跡が起きた瞬間から、あなたにラッキーやハッピーが立て続けに起きることになるでしょう。なぜなら、その奇跡が起きたのは、あなた自身が変わったことによるから。神社などにお参りしたからとか、たまたま運がいい時期だからじゃなくて、あなた自身が変わったことで幸運や幸せが寄ってくる。つまり、自分が変わったことによって起きる奇跡は、誰かに止められることも、何かに阻まれることもなく、ずっとずっと続くのです。この本を通して見つけ出していくありのままの自分は、なりたい自分ややりたいことと一致しているとは限りません。先に答えを書いてしまうと、十中八九、それをはるかに超えているはず。そして想像もしないことが起こります。戸惑うこと、びっくりすることもたくさんあると思います。でも、新しい自分と歩き出す人生は間違いなく幸せです。これまでたくさん自分を押し殺してきたあなたへ、今自分が見えなくなっているあなたへ、未来に希望が持てないあなたへ、自分を愛せないあなたへ、私のメッセージが届くことを願っています。この本を読んで、ありのままのみんなのありのままの笑顔を見せてください。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回はミラクルが止まらない奇跡のループの作り方、自分軸で本当の自由を手に入れるという本をご紹介したいと思います。皆さん、奇跡ってどのようなものだと思いますか？神様から与えられるものとか、とんでもない幸運な出来事とか、そういったものが思い浮かぶのではないでしょうか。そんな奇跡が何度も何度も起き続けてしまうことって普通だとちょっと考えにくいですよね。でもね、あったんです。そんな奇跡がずっとずっと続く奇跡のループを作る方法があったんですよ。著者はまゆさん。サンフランシスコの大学を卒業後、アメリカで公認会計士の資格を取得し、会社を経営していたこともあるまゆさんですが、
体調不良をきっかけに引きこもりになり、日常生活を送れなくなってしまいます。どん底の日々で自分の心と体と向き合い、再生する中で本当にやりたいことを確信し、生まれ変わることを決意されます。離婚を経て始めた YouTube では、長年の親友のようなフレンドリーな語りで伝えてくれるタロットやオラクルカードリーディングが人気となり、現在ではチャンネル登録者数11万人を超える人気 YouTube チャンネルとなっております。そんなまゆさんがご自身の経験をもとに本当の自由を手に入れる方法、ありのままの自分と再会する方法、ミラクルが止まらない人生に好転させる方法を教えてくれているのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。何もない人なんていない。自分には何もないって思っている人多いですよね。取り立てて特技もないし、やりたいこともないし、パッとしない私、なんてね。はっきり言います。それ、自分を知らなすぎです。人には例外なく、内側にキラキラ輝くものがあるんです。今、この本を読んでいる、他でもないあなたにも。そもそも、あなたがこの世に生まれてきたことこそ、あなたがすごいことの証です。生まれてくる、命を受けるということは、とんでもない奇跡。誰に求められたのかって、人によってはそれを神様と呼ぶのかもしれません。神様でなくても何か大きな力がそこに働いたということだけは確かに言えます。では、あなたはこの世に誕生したその時、何を考えていたでしょうか。覚えていなくても断言できます。あなたは何々したいの塊だったはず。生きることそのものがとてつもなくやりたいことだったはず。とにかく呼吸をしなくては、と泣いて産声を上げたからこそ、あなたは今そこに存在しているんです。数年が経ち、3歳とか4歳の時はどうでしょう。やっぱり、これは何？知りたいという気持ちで小さな胸をいっぱいにして、この世界のすべてについて、綺麗だな、楽しいな、嫌だな、怖いな、こうしてみようかな、ああしてみようかな、と心揺さぶられていませんでしたか？それがあなたの中のキラキラ輝くものの最初の形。ありのままのあなたが持っていた宝物です。心揺さぶられるポイントは一人一人違うから、形も輝き方も人それぞれ。あの時、確かにそこにあったあなただけのキラキラは、さて、どこに行ったのでしょう。そう、困ったことに、キラキラは外的な力によってダメージを受けます。子供の頃には、ダメとか、お行儀悪いよとか、こっちにしなさいなど、主に親や先生からの時に善意の声によって、大人だけではなく、周りの子供の言葉も馬鹿になりません。小学生ともなると、そんなの好きなの？ダッサなんて言われたり、自分が何かに夢中になろうとするとき、その姿がイケているかどうか、周囲と違和感がないかどうかといった選別を受けてしまうのです。そうした無数のダメージの中で、キラキラはどんどん霞んで見えなくなります。ダメージは少しずつ記憶の中に沈殿して、いつしかあなたを縛る鎖になります。生きている中で出来上がってしまった太い鎖やもつれた鎖を一つ一つ解いていき、いつの間にか封じ込められてしまったあなた自身を
一緒に探しに行きましょう。無理してポジティブを目指さなくていい。鎖は別名、固定観念とも言います。何々じゃないといけないという思い込みです。こういう思い込みはたくさんありますが、まずは私がほとんどの人がハマっている罠だと感じるこの鎖について。ポジティブでないといけない。皆さん、これをやたらと自分に言い聞かせていませんか？気持ちはわかります。自分がネガティブだと人間関係にも仕事にも支障をきたしますし、確かに色々弊害はありますよね。でもね、ポジティブでないといけないって自分に言い聞かせている時点でもう本当はポジティブじゃないと思いませんか？そこを無理にポジティブであろうとするのは果たしていいことでしょうか？そういう私も電話占いをしていた頃、この固定観念にとらわれていました。電話をかけてくる方々の多くは悩み事を抱えています。だから対話も当然ながら暗い感じで始まることが多い。そこで私は最後は明るい感じで終わらせなくちゃと思っていました。でも違うんですよね。失恋したてのお客様が彼をどうしても諦められないと言うなら、もう忘れて次に行きましょうと言うべきではないのです。たとえリーディングで次に行くが吉と出たとしてもです。なぜなら傷ついている人はまだ立ち上がれる段階にないから。なのに立って歩き出そうよというのは、お腹が痛いと訴えている人にランチ何する？パスタにする？さあ出かけようというようなもの。食事の話をする前に、まずはお腹が痛いのを治さなくてはいけません。辛い時は下を向いていいんです。思いっきりうじうじしましょう。それが心にとって必要なことだからです。その時期がどれだけ続くかは人それぞれですが、とことんまで落ちきったら必ず浮上する時が来ます。赤ちゃんは無理に立たせようとしなくても勝手に立って歩き始めるでしょう。人間という生き物には生きよう、前に進もうという自然な欲求があるのです。自分にもその欲求があることを信じてください。立ち上がりたいという気持ちが自然に起こるまで焦らず待ちましょう。沼落ちを楽しむ。うじうじ期を過ごすときに気をつけてほしいことがあります。間違ってもうじうじする自分を責めないこと。いつまでも立ち直れない自分はなんてダメな人間なんだ、などと思い始めたら、うじうじの原因の上に自分を責める心が重なって二重の辛さに苛まれます。無駄に苦しみを増やさず、思いっきりうじうじしていいんです。それができるようになったら、次にやってみてほしいのがこれ。ネガティブ沼に落っこちた自分を面白がることです。あ、私、沼にはまっているな、というように自分を客観視してみてほしいのです。もし今落ち込んでいるなら、自分が実際に沼にはまっている図を想像してみましょう。自分がどこかの山だか森の奥だかで沼に浸かっている図。そしてその沼を詳しくビジュアル化してみましょう。その沼はどれくらい深いですか？どんな色をしていますか？水はサラサラですか？それともドロドロ？水温は冷たい？それとも生ぬるい？苦しんでいる自分を直視するなんて嫌だし、目をつむって通り過ぎるのを待ちたいとあなたは思うかもしれません。でもそこをちゃんと味わうことが大事。なぜなら自分が何に対してどんな風に傷つく人間なのかがわかるからです。振られた時の沼と、友達からひどいことを言われた時の沼と、親と喧嘩した時の沼とでは、色も深さも違うはず。そこを細かく見ていくと、自分の心の形が見えてくるんです。心の形は過去と強く結びついています。私が沼にはまる時って、毎回こういうことが起きているな。あの体験がコンプレックスになっているから、こんなに傷つくんだな、
というふうに経験と結びついた発見が得られたらチャンスです。その上で、あとは沼に浸かれるだけ浸かる。ふやけてもまだまだ浸かる。何ヶ月でも何年でも浸かって自然に出ようと思えたとき、あなたは今の自分だけじゃない過去の自分ごと癒すことができています。もう同じ沼にはまることはありません。徹底的な沼落ちには一石二鳥、一石三鳥の効用があるのです。中途半端なポジティブよりずっといいと思いませんか？普通という鎖を断ち切って自分軸で生きる。次の鎖もかなりの強敵です。人と同じでないといけない。普通でないといけない。辛いですよね。私自身もこの鎖にどれだけ縛られてきたことか。子供の頃からなんでみんなと一緒のことができないの？お願い、普通にしてと言われ続けてきました。それにしても普通って一体何でしょう？なんとなく共有されているみんなの価値観といったところでしょうか。例えば、みんなが笑っているときは一緒に笑った方がいいなどは身近な例です。本当に楽しくてみんなと一緒に笑うなら幸せです。でも自分は楽しくないのにとりあえず笑っているならかなり苦痛。他にもこの年齢なら恋人がいるのが普通とか、何歳までに結婚するのが普通とか、結婚したら子供を産むのが普通とか、鬱陶しいことにライフサイクルごとになんとなく決められた普通があります。でも実際のところどうでしょう？普通は幸せでしょうか？普通でいてあなたの心は満たされるでしょうか？満たされはしないですよね。普通は安全だけど幸福とは違うでしょう。なぜ幸福じゃないのか。答えは簡単で他人軸だからです。普通であるということはみんなに合わせているということだから。普通って自分以外の誰かの判断基準に沿って生きるということなんです。もちろん合わせることが必要な場面もあるでしょう。でも365日それをやっていたら自分の出番ゼロじゃないですか。本来の自分になるときに不可欠なもの、それは自分軸です。自分はどんな人なのか、どんな考えを持っているのか、どう行動したいのか、どう生きたいのか、それを考えてみてください。さあ、あなた自身はどんな人ですか？イメージが全然湧かないという人も大丈夫です。他人軸で生きてきたと気づいた今がスタート地点です。これからあなたの自分軸をじっくり育てていきましょう。うまさより大事なのは自分の持ち味。趣味であれ、ボランティアであれ、その能力を活かしているときは夢中になれる。幸せになれる。その時間をいかに多く持つかで人生は大きく変わります。能力の活かし方は一つだけではありません。同じ能力を別の方法で表現したり、場所を変えて試したりしてみましょう。すると趣味でやっていたつもりでも思わぬところからチャンスが巡ってきます。私は好きなものはあるけれど、下手の横好きだからダメだ。能力とは言えない。と思ったあなた、早とちりです。まず、能力はないというその決めつけを捨てちゃいましょう。能力って技術が高いことだけではないんです。あなたにしか出せない持ち味があるなら、それこそが能力です。私は歌が好きでシンガーを目指した時期がありました。学校に通ったこともあったのですが、その後20年、歌うことから離れていました。歌うならば上手でなくちゃ、やるからには職業にしなきゃ、という固定観念に縛られていたんですね。今はもうそんなこだわりはなし。歌うのが好きだからよく歌ってます。固定観念の鎖をリセットできたのには理由があります。以前、私がジャズのライブハウスで働いていた時のこと。ある日、お店の人やお客さんから
歌ってと言われたのです。めちゃくちゃ尻込みしました。全然上手じゃないし、もう20年以上も歌ってないし、と。その時、あるお客さんがこう言ったんです。あなたが上手か下手かを見たいんじゃなくて、あなたらしさを見たいんだよ、と。目から鱗でした。みんなが求めているのが技術だけなら、よほど上手な人しか歌えませんよね。でも、私にしか出せないものを求められているのなら、誰でも私も歌えるし、それでみんなを楽しませることができる。私の歌は調子っぱずれだったと思いますが、熟練のジャズミュージシャンの皆さんが見事に合わせてくれて、お客さんの拍手もとても温かく幸せな時間でした。あの時間を通して自分自身を表現する喜びを知ることができたのです。もう一つ、この時に得た教訓があります。何かをやりたい時は上手になってからと思わずにすぐ実行に移すことという教訓です。歌、文章、絵や写真、ダンスや楽器、心惹かれる表現手段があったらすぐにやってみましょう。海外旅行や留学にしてもそう。言葉が喋れるようになってからなんて言ってないで、行きたいと思ったら行ってください。自信がない？なくてもやるんです。やったことがないからはやらない理由になりません。そんなことを言っていたら、今の時点でやったことがないものを何一つ試さないうちに人生が終わってしまいます。あなたの心がやってみたいと言っているなら、何としても叶えてあげなくっちゃ。一歩踏み出してしまえば、その先に楽しさや喜びが待っています。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？僕もまゆさんの YouTube を拝見しましたが、溢れるエネルギーに親しみを込めて伝えてくれるリーディングは、ただ見ているだけでこちらのパワーも充電されちゃうんじゃないかって思うほどです。そのエネルギーがそのまま込められているような感覚なのが本書なんです。プロフィールにもありますが、まゆさんは一度とんでもないどん底まで落ちた経験があります。そんな経験があるからこそ、いくつからでも、どこにいても、そこから自分を探して、自分と向き合って、そして自分らしく生きることでミラクルが止まらない人生、エネルギーが溢れ出てしまう人生に変わることができることを本書は伝えてくれています。YouTube 同様、ずっとまゆさんが伴走して励まし続けてくれるような、とにかく元気に前向きな気持ちになれること間違いなしの本です。他人軸で生きるのはもうやめて、ゼロから自分の力で新しい世界を切り開いてみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか？そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。